こんにちは、MD ジャックです。この時期動画を制作している部屋の温度は18から20度ぐらい、朝は15度ぐらいで寒いです。デスクトップパソコンの排気熱でもちょっと追いつかないので、セラミックファンヒーター入れたり厚着したりしてます。こんにちは。愛は通学時の寒さが嫌ですね。でも2月を乗り切れば暖かくなるからもうちょっとの我慢。さて今回は、イヤホンじゃないですね。有線モデルを無線化できるやつですね。KZ じゃないんだ。CCA なんですね。そうなんだよ。CCA、BTX ね。AZ09 Pro を買いそびれていて、性能は同等だと思うんだけど、KZ さんが送ってくれたんでちょうどよかった。以前 AZ09 のレビューをしたら、ホワイトノイズや通信弾などの問題ありとのコメントも結構いただいたんだよね。AZ09 は2000円台だから、性能面であまり文句も言えないところだけど、通信弾はさすがにきついよね。確かに。ジャックさんの答えはどうだったんですか？通信弾は私の環境では起きなかった。スマホの通知機能のチェックなどで改善しますよってコメントもいただいたりして、症状が出たら試してみようと思っていたけど、結局出なかった。ホワイトノイズは愛ちゃんがさあを連発してレビューしてくれたでしょ。あれですね、覚えてます。BTX はどうなんでしょうかね。搭載チップが AZ09 と違う QCC3040 チップになった AZ09 Pro の評判は、通信が安定してホワイトノイズも減ったというレビューが多かったから、同等な性能と思われる CCA-BTX も期待持てそう。このご時世なのでバスや電車では通信体制を試せなかったけど、家の中でドア1枚隔て12メートル離れても途切れる気配すらなかった。形状は AZ09 や AZ09 Pro よりフックの部分がちょっと短めな仕上がり、サイズダウンしてフィット感に遊びがなくずれにくい。装着は耳の前からくるっと回すようにすると片手で装着できる。もちろん外す時も。本体部分はちょっと細くなっているけど厚みが増しているので、容積的にはほとんど同じ感じ。バッテリー持ちは本体のみで5時間。ちょっと待って。ミミーがフルモードで聞いたときは5時間半は完全に持ったよ。それ過ぎたら右側から30秒ごとにバッテリーってうるさく言ってきて、6時間10分で右側ダウン。まだ左側は持ってたわ。そうなんだ。じゃあノーマルモードではどうなんだろう。6時間超えたくらいで右側からバッテリーって言い始めて約6時間半でフルモードの時と同じ右が先にダウンしました。ってことはフルモードで5時間30分、ノーマルモードで6時間がワーミングの出ない正常稼働可能時間ってことか。交渉値よりはちょっと長めだけど、本体のみで10時間以上持つ TWS が出てきているから QCC3040 チップ搭載の割にはちょっと短めかね。でも連続で6時間ぐらい持つんだからほとんど問題ないっしょ。あと使い切った今の状態からケースごと充電したら70分で満充電になったわ。なかなか早いんじゃない？それにしても実測は結構大変ね。そうだね、2人ともご苦労さん。スマホに接続して気づいたのは、ご覧の通り aptX アダプティブで接続になっていること。販売ページだと aptX までのような記載だったので、本当に aptX アダプティブで接続できているなら嬉しい誤算。 KZ さんに確認したところ、公式には aptX アダプティブはサポートしていませんという回答だった。ちなみに強制的に aptX で接続するとちゃんと aptX の表示になったので、画面表示を信じて aptX アダプティブでつながってますということで、24ビット 48kHz までの転送は OK ということなら音質期待できそう。価格が AZ09 の倍ぐらいなんですね。それでも5000円切るぐらいだから、無線化が手軽にできて性能アップしているなら嬉しいな。さて、ここからはもう少し深掘りしてみます。まずレイテンシーです。毎度のことながら実測しました。私の環境ではこうなっています。オーディオインターフェースの入出力レイテンシーを差し引いたものです。AZ09 に比べ BTX の方がレイテンシーは小さいですね。ハイパフォーマンスモードで88ミリセックぐらいなので、映像とのシンクロはほぼ問題ないでしょう。音ゲーはあまりおすすめできません。AZ09 は体感では特にレイテンシーは感じませんが、実測での数値が今一つでした。次は有線接続時との波形変化です。10モデル測定してみましたので順に表示しています。必要に応じて一時停止してご確認ください。ざっくりなんですが、有線接続時とほとんど変化がないか、モデルによっては低域が少し落ち、高域がほんの少し上がるものがありました。波形的にはそれほど大きな変化は見られませんでしたので、無線化して極端にモデルごとの特性が変化するという感じではなさそうです。AZ09 Pro 同様 BTX にもフルモードあるいは Hi-Fi ミュージックモードなるものがあります。左側のボタン3回押しで切り替わります。上の画像のブルーのラインが通常モード、スイッチ4でピンクの波形になります。10モデルで試しましたが、まずレベルが約5デシベル上がります。レベル合わせ5がパープルの波形ですが、低域が少し膨らみ、中高域、高域に少し減衰する箇所が見られました。なので低域が少し物足りないと感じたらこのモードにしてもいいと思いますが、使い方は自由なのでお好みでどうぞ。約5デシベルレベルが上がるので、聞くときは全体のボリュームは1段階落としています。先ほどの実測の通りバッテリー消費は上がります。ここはホワイトノイズマイスターの愛ちゃんにお願いしようかな。いや別にマイスターじゃないんですけど、
マイスターよりスターマインの方が好きだし。花火かよ。なんかぶっ飛んでるな。ぶっ飛びついでによろしく。しょうがないなら、もう、では気を取り直して。無音値のホワイトノイズは手持ちの AZ09 に比べ明らかに小さくなっていますし、静かな曲や曲間でもちょっと気になる AZ09 に対し、BTX だとほとんどわからないレベルです。上の表のモデルを BTX に装着し確認してみました。ホワイトノイズ自体は、ありますね。でも、そんな気になるほどでもないかな。レベルの部分の見方は CCA-CA16 を0とした場合、他モデルの数値が大きいほど CA16 より音量が大きく出るということです。インピーダンスと感度の組み合わせの理論値だけでは実際の出音の音量の大小を導き出せなかったので実測しました。結果的にはここでの数値が小さい方がホワイトノイズも少なかったです。ここでは CCA-CA16、KZZSM、NICE-HCK、NX7 M3 がかなり優秀でした。その他のモデルはそれなりに聞こえました。CCA、NRA あたりも感度 103dB とスペック的には良さそうでしたが、DST が搭載されているせいか結構聞こえたので、スペック比較だけでホワイトノイズが大きいかどうかは分かりづらいところですね。はい、愛ちゃん、ありがとう。また、さあが聞けてよかった。音質に関しては、ミミーちゃんよろしく。はいはい、お任せね。上のような環境でお気に入りモデルをいくつか装着して聞いてみたの。BTX 本体が5000円弱、お気に入りの装着モデルが4000円ぐらいだったので、合計1万円切るぐらいの組み合わせね。どのモデルでも同等の金額の TWS ではあまり味わえない音の余韻とか臨場感がしっかり感じられたのが良かったわね。これでノイキャンがついたら最強ね。デメリットは充電ケースがやや大きめなところ、完全ワイヤレスモデルに比べ本体が少し大きめぐらいかしら。はい、ミミーちゃんありがとう。すでに AZ09 Pro を持っていたらスルーでいいと思いますが、無印 AZ09 からのアップグレードはありかなというか、アップグレードした方がいいんじゃないかなと思いますね。外での利用時、ノイキャンがないのが懸念点なので、利用シーンについてはご検討ください。最初からこのスペックで出してくれればいいのになとちょっと愚痴りたくなりますが、5000円切る価格でこの性能なら文句はないかな。ということで、ワイヤレスイヤーフック CCA-BTX のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。